はい、皆さんこんにちは。天野聡です。今回は今流行りのブロブ入りサノスをご紹介するのではなく、このデッキに勝つことを目的としたブロブ入りサノスメタブロブ入りサノスをご紹介します。メタカードとしてシャドウキングシャンチーを採用しました。まずはベースを解説します。ブロブデッキで高パワーカードを入れすぎるとデッキのバランスが悪くなるという弱点があるのですが、そこをサノスで補っています。6枚の1コストカードがデッキに入るので、ブロブのパワーを維持しつつ序盤の動きを作ることができ、3ターン目のサイロックまたはタイムストーンでエネルギーを加速させ、4ターン目から強力な5コストカードをプレイすることができます。高パワーカードを大量投入しているので、ブロブのパワーは平均して40程度にまで上昇します。出せばそのロケーションはほぼ勝ちって感じですね。クロスボーンズは全く見かけないカードですが、そのパワーの高さからブロブと相性がいいです。序盤からインフィニティストーンを盤面にばらまき、どこかで優勢を取れればプレイできるので、デメリットを重く感じることはありません。ちなみにデッキの中にあるデビルダイナソーをブロブで吸収しても手札の枚数に関係なくパワー3として計算されます。続いては僕のブロブデッキについてお話ししましょう。相手がブロブでどれだけ高パワーを出したとしてもシャンチーで破壊してしまえば関係ありません。アーマーで守られた場合はシャドウキングが役立ちます。ただこのデッキもまたパワーが高いカードを採用しているので、うまく高校を取るのが難しいです。そのため強制的に高校を取ることができるゴーストを採用しています。これで最終ターンのシャンチーやシャドウキングが使いやすくなりますね。ビジョンはゴーストが引けなかった時に高校を狙いつつ最終ターンに移動しての勝利を目指せるので採用しました。昨日生放送でこのデッキを使った時に「お声は入れないんですか?」という質問を何人かにされたのですが、僕は絶対に入れるべきではないと考えています。お声を使えばデッキの中が強化されてブロブの最終的なパワーが上昇しますが、仮にパワーが40から46に上がったとしてその6の差で勝つことはほとんどありません。あるとしたらお互いにブロブを出し合ってパワー勝負に持ち込む時ぐらいですね。それにお声を出せるタイミングは2ターン目が3ターン目にしかなく、インフィニティストーンでデッキが膨れ上がる関係上3ターン目までに引ける確率はたったの 33% です。1ターン目にストーンの効果で1枚ドローしたとしても 38% しかありません。安定して引けず、引けたとしてもほとんど意味がないため採用しなくて良いということです。相手がブロブ入りサノスじゃないとしても普通に高パワーで勝つことができるため、かなりバランスのいいデッキだと思います。とことで早速対戦していきましょう。さあ1戦目ビフレスト。まずはドローを進めて3ターン目までにタイムストーンまたはサイロックを手札に加えておきたい。マインドストーン強すぎ。見えてないロケーションでラフトとか出たらね嬉しいかなっていうとこなんですけど、ブーラックウィドウおいタイムストーンあるからいいんだけどさ、ニューヨークビフレスト消すか。消してタイムストーン投げて、ここで2枚ドローできますので、それで5コス引きに行きましょうや。お願いします。量子世界、うわー逆の方がビジョン引けた、嬉しい。お、これブロブでダークフォークのパワーゼロになるパーティーンじゃないですか。いやゴーストが出るいやマンシングややうざいが、ダイナソーもあるね。左ダイナソーにしよっかな。左ダイナソー相当強いね。まあニューヨークもあることだし気軽にプレイしていきましょうね。いや最終ターンブログでダークホークのパワーゼロにすればいけんじゃねえか。確かにこれ本当はダークホーク入ってない説もあるけどね。あり得るとこですけどね。ここザブーなるほど。いやダークホーク入ってるよなこの感じだと。ですのでこれダイナソーを右に移動させます。で左ブログでいいんじゃないか。これ相当強いっすよ。だデッキにサノスとクロスボーンズが残ってるんでにやけが止まんねえこれすいません
もうダークホークに対するブロブ気持ちよすぎる。癖になるわこれうおー、1ターン目マインドストーンスナップだ。1ターン目マインドストーンはマジで強い。これできるだけでスナップして大丈夫とのこと。噂によるとスナップしていいらしい。右スペースストーンとかしておいて、いやここでタイムストーンかサイロック欲しい。タイムストーンかサイロック、クインターにリザード強い。サイロックであればこれは中央サイロック行きまして、ただ中央は優勢取れるわけじゃないですか。そこにクロスボーンズ出そうかなと思ったんだけど、こうなったらマグニートとか言ってもいいんだよな。これ話変わったんでマグニートを言って、相手のスナップだ。いやー負けないと思うけどね。最終ターン、お、なるほど、いいね、めちゃくちゃいいね。ほんじゃあここは左シャドウキングしましょうか。シャドウキング、ここちょっと暇だけど、まあアトランティス壊しとくか。負けん。私がアイアンマンだ。甘いわシャドウキング。いや負けるんかい。甘いのは俺の方だったー。お、ハズマットすごくない？ハズマットすごいかもマジで。奇跡、うわ奇跡起きた。ハズマなひどすぎ。リアリティストーン X 地区最強じゃねえかよ。うお、タイムストーンとサイロク両方ある。プロフェッサー X も嬉しいね。まあ一旦パスしてからニューヨーク読み合いがなかなか難しい。どうしよう。まあ一旦サイロクから積みターンタイムストーンなんだけど、ちょっと暇だね相手もタイムストーン。いやプロフェッサー X 怖いよね。なのでプロ X 来るとしたら左なのかな。こちらからプロフェッサー X 投げるのはちょっと怖い。クロスボーンズ、お、5個ス持ってないってことは、このターン暇かと思ったけど、そっかタイムストーンがあるからここで6コスが出てくるんですね。ブログで勝てるようにしておくか。いやーブログパワー勝負になった時勝てるのかな。相手がここ右にブログ出してくる可能性もあるんだけど、お、お互いプロフェッサー X ってことは、俺が先行か。まあ結局シャンチーとかは引けなかったのでブログ勝負するしかねえよこれ結構しょうもなくねえか。ブログのパワー勝負。いやマグニートとサノスハンドにあるんだよね。ビジョンとクロスボーンズぐらいしかねえんだけど、33相手はいかがでしょう。これしょうもねえな。よーしマジでしょうもねえこの勝負運ゲーじゃねえかよ。それでは勝っても負けてもこれで終わりにしましょうか。1ターン目マインドストーン最高。何、修道院が静寂の島になる。ゴーストダイナソープロ X が置けません。ラクト。いやータイムストーンとサイロックが欲しいね。エルサが入ってる。アイアンフィストおもろ。それではアイアンフィストパワーストーンリアリティストーンとかでいきましょうか。これ面白いんじゃないラフト取りながらオーディンは別に使
使わねえな。まあドローしに行くぐらいか。はい、弱の島変えて、アティラン、おわーやばいって、それやばいって、マジかよ。適当にクロスボーンズ出すか。これ勝てるかな。はい、そうだな、ドローしまくるか、ここで。チャンチ引けている。ガシガシ。相手、ハンド1枚でも使ったらパワー9になって届かないからね。最終ターン、オーディンもあるわけだから、こうして油断したところを、シャンチーは2度刺すっていう。わっなにーブルーマーベルでパワーが10になった2度刺す。おわおブロブ。いいね。デッキにサノスとマグニート残ってるよ。うわこのブロブ強っな勝利。ブルーマーベルが裏目に出たね。はい、いかがでしたでしょうか。様々なデッキへの対応力は上がっていますが、後攻を取るデッキである関係上、アライオスに対してはめちゃくちゃに弱いです。弱体化してあまり見かけなくなったので、そこまで気にしなくてもいいと思いますが、相手が先行で6ターン目にスナップしてきた時は、アライオスを考えてビジョンを移動させるなど、何かしら対策をするか無理なら撤退してください。ということでご視聴ありがとうございました。